はい、皆さんこんにちは、激地です。第2回目のオブリビオンリマスターモッド紹介やっていきます。前回の動画から1週間程度経過しましたが、オブリビオンリマスターのモッドは本当にすごいことになっています。このままの勢いでスカイリムやフォールアウト並みに反映していてほしいと思います。で、今回はまず最初に前回要望がありましたリシェイドの導入方法から見ていきます。リシェイドはゲームの画面にエフェクトをかけてビジュアルを調整するツールですが、オブリビオンに限らずどんなゲームでも使えます。導入方法は少し特殊ですが、一度覚えてしまえば以降好きなゲームで簡単にプリセットを導入できたり、自分でエフェクトを調整できるようになるので、ぜひ一度使ってみてください。それでは導入していきます。まずはリシェードのプリセットをダウンロードします。ダウンロードするのは iRaid リシェードにします。ダウンロードできたら展開しておきます。ZIP ファイルの展開は 7zip をインストールして行ってください。インストールしておくだけで ZIP ファイルを右クリックから展開できます。次にリシェードのインストーラーをダウンロードします。通常版とアドオンサポートがありますが、通常版の方をダウンロードしてください。ダウンロードできたらインストーラーを起動します。起動すると自分の PC に入っているゲームエグゼを読み込んでいくので、少し待つか、検索欄にオブリビオンと入力して表示されたらエグゼを選択します。次に DirectX の10、11、12を選択します。その次に導入するエフェクトを選択しますが、もしも複数のプリセットを導入したり、ゲーム内で自分でエフェクトを選んで調整したい場合は、Uncheck All をクリックして、Check All を再度クリックします。これで全てのエフェクトが導入されますが、ゲーム開始時に少しエフェクトの読み込みに時間がかかります。こちらは気が向いたら試してみてください。今回は特定のプリセット、iRaidリシェードのプリセットのみを導入しますので、ブラウザをクリックして先ほど展開した iRaidリシェードのINIを選択します。これで導入完了です。あとはゲーム内でプリセットを有効化します。ゲームを起動したらホームキーを押してリシェードのメニューを開きます。説明は呼び飛ばすで OK です。これでプリセットが有効になります。メニューが日本語になっていない場合は、外観の言語で日本語を選択してください。メニューのフォントが小さい場合は、設定タブの下の方にあるフォントのスライダーで調整してください。多分初回起動時は文字サイズがかなり小さいと思います。メニューを開いたり、エフェクトの有効化、無効化のホットキーを設定する場合は、一般の項目で設定できます。僕はエフェクトのトグルはスラッシュキーに設定しています。これで導入完了ですが、複数プリセットを追加したり自分でエフェクトを調整したい方はチュートリアル動画のリンクを概要欄に貼っておきますので参考にしてください。それではここからは最新のおすすめモッドを見ていきます。まずは All Armors Playable Portal to Testing Hall カットコンテント。通常では手に入らないアーマーを入手することができます。アーマーはテートの厩舎の北にいるシェイディサムの隣にまとめてボックスの中に入っています。主要な NPC が着ていたアーマーを実際に装備することができますが、中には防御力0のものもありますのでお気をつけください。次はヤンガーダンマレディヘッドメッシュ。ダークエルフのヘッドメッシュを改善して若々しくて綺麗な顔立ちに変更します。もちろん全てのダークエルフ NPC にも影響しますが、注意点として現在のバージョンでは会話中ダークエルフの口が動かなくなります。それでもこれだけクオリティが高いと導入してみたくなりますね。続いて Keep Your Stats After Race メニュー。コンソールコマンドの Show レースメニューでキャラクリをやり直した際に初期値に戻ってしまうステータスを復元する魔法が追加されます。Show レースメニューを実行する前に一度魔法をかけてステータスを保存してキャラクリを完了した後再度魔法を唱えると保存したステータスの値を復元してくれます。次もキャラクリ関連です。キャラクタークリエイターアンリストリクト。キャラクリ時の各種スライダーの最大値を増やしてより幅広い調整ができるようになります。ファイルは2倍に増やすものと無制限にするものがあります。値を無制限にするとかなり個性的なキャラクターも作れてしまいます。 CTD しないか心配になりますが、ちゃんと動いていて面白いですね。では次に UE4SS 依存のモッドを見ていきます。導入するには UE4SS4 Oblivion Remastered の導入が必要になりますので注意してください。UE4SS はダウンロードしたファイルを Oblivion Remaster Binaries Win64 へ配置します。UE4SS 依存のモッドは UE4SS フォルダ内の Mods フォルダの中にフォルダごと配置します。それではまずはスローモーションクイックメニュー。ショートカットメニューを開いた時、ゲームの速度を下げてくれます。バニラではメニューを開いてもリアルタイムでゲームが進行していたので使いづらかったと思います。このモッドでゲームパッドでも戦闘中もゆっくり魔法や武器を切り替えられますね。
続いてゾルベラックスアタックキャンセリング。攻撃のモーションを防御でキャンセルできるようになります。攻撃を中断したり、攻撃後のモーションをカットして素早くガードできるようになるので、かなり有用なモッドだと思います。いい意味でもっさりとしたオブリビオンの戦闘にもメリハリが出てきますね。ヒットストップ UE4SS も素晴らしいです。攻撃がヒットした時、ヒットストップのエフェクトが入ります。攻撃時の手応えが感じられて楽しいですね。次はダッチアイフレーム UE4SS。 軽技25で習得できる回避に無敵時間を追加します。アニメーションはかっこいいけどいまいち使い勝手が悪かった回避が実用的になります。そしてタイムドブロック UE4SS。 子供と有効にするとタイミングよく敵の攻撃を防御した場合、ノーダメージかつスタミナ減少も無効になります。しかもスローモーションの演出まで入ります。これでかなりアクション性の高い戦闘が楽しめます。UE4SS 系最後のモッドはオートローカルマップスマーターマップオープニング。屋内にいるときマップを開くと最初にローカルマップが表示されて、フィールドにいるとき開くと最初に全体マップが開く仕様に変更されます。オブリビオンはローカルと全体マップの切り替えがすごくめんどくさいので、自動でロケーションを認識して切り替えてくれるこのモッドはとてもありがたいと思いました。それではここからOBSE64 依存もしくは要件の必要のないモッドを見ていきます。最初はアンオフィシャルオブリビオンリマスタードパッチ UORP。 なんとリマスター版の非公式パッチがもう来ています。このパッチはオリジナル版の非公式パッチを統合したもので、オリジナル版に存在していたバグフィックスが全てカバーされているようです。以前アップした絵の世界から出られなくなるバグもちゃんと修正されていました。ただメッシュやシェーダーなどのバグはアンリアルエンジン5に移行した際すでに製品版で修正済みとのことです。今後はリマスター版に存在するバグの修正を進めていくみたいですね。次はベーシックポータブルテント。どこにでもテントを立てて居住区画を作ることができます。テント内にはベッドとリスポーンしないアイテムボックスがありますので便利です。テントはテイトの商業区画にあるジェシーの中古品店で購入してください。テントの設置はインベントリからテントを捨てることで設置できます。またジェシーンからアップグレードも購入しているとテント内に光樹と富士の祭壇も追加されます。テントを回収する場合はスニーク状態でテントにアクセスしてください。続いてテレポートフロムダンジョンズ。ダンジョンから脱出することができる魔法を追加します。魔法はモッドが有効になった時点で自動的に魔法リストに追加されます。ではまだまだ続きます。次はツールズファーストハンマーズ&アルケミー。修理用ハンマーと錬金器具がインベントリのリストの一番上に来るようになります。これでいちいちリストを下までスクロールして探すこともなくなります。あと元を導入するとツールに NL のタグがつくようになりますが、このタグを消したい場合は NL タグリムーバーを導入してください。そしてファスタースリープ&ウェイト。待機時間をより早く進めてくれます。オブリビオンはクエスト進行などで割と時間を進めることが多いのでありがたいですね。時間が進む速さは PC のスペックに依存するようです。次はアセンションリマスタード。オブリビオンのゲームプレイを没入感あふれるものにするモッドです。アセンションではレアなアイテムはかなり手に入りづらくなります。バニラではレベル10を超えたあたりからオークやエルフ系の武器や防具を敵がボロボロと落とすようになりますが、アセンションではこういった強力な装備は一部のボスクラスの NPC しか装備しなくなりますので入手が非常に困難になります。また通常低レベルのクリーチャーはレベルが上がることで出現しなくなりますが、この元では引き続きスポーンするようになります。ただレベル帯に応じて1匹ではなく複数でスポーンすることが増えますので気をつけてください。そして錬金や説得、修理などのバランスも調整されています。錬金や説得はスキルが低いとなかなかいいものが作れなかったり説得も困難になるようです。逆に修理に関しては低レベルでもツールが壊れにくくなっています。ただ店売りの修理ハンマーの在庫がえらく少なくなっていますので装備の修理も簡単ではないですね。そして次
アドバンスドフォロワーズリマスタード。子供とはなんとその辺の NPC を仲間にして最大3人まで連れ歩くことができるモッドです。好感度が70以上の NPC にモッド導入後に追加される魔法をかけることでフォロワーにできます。フォロワーになった NPC はちゃんと戦闘にも参加しますし、装備も変更することができます。あと一応不死属性のようです。体力が0になると気絶状態になりますが、少し待つと起き上がってまたついてきます。フォロワーと別れることでまた元の NPC として配置されるので、ゲームの進行には問題ないようです。さらに今度は犬も仲間にしましょう。シンプルドッグフォロワークランシーでは、フォロワーとして機能する犬のクランシーを仲間にできます。クランシーはクラビスカスバイルの祠の西にいます。話しかけるとすぐについてきます。こいつも不死属性なので安心ですね。次はシェオゴラスズスタンプ。二弁湾の扉のすぐ脇にキノコのような自宅を追加します。中にはベッドやボックスなどの設備が一通り揃っています。そして同じ作者の方々のモッドで今度はニベンリバーハウス。レアウィンの北にある孤立した家にこれまたおしゃれな実質を追加します。もうすでにこんな素晴らしいコンテンツをモッドで作っていただけるのは嬉しい限りですね。本当にワクワクしてきます。ということで今回もオブリビオンリマスターのモッド紹介でした。今回はもうすでに非公式パッチがリリースされてしまったことに驚きましたが、戦闘を強化するものや QOL モッドなどもたった1週間ほどで驚くほど多くのモッドがリリースされましたね。あとはキャラクター関連のモッドがどうなっていくのか、そこが楽しみです。それではこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。